僕にとって川の流れに立ってキャスティングできるということはね、とても感謝すべきことなんですよね。この川は止まることなく水が流れ続けていて、常に正常であろうとするんですけれども、突然命を脅かす濁流へと姿を変えるときでもその濁流には尊うべき自然の強さがあって、晴天の穏やかな流れには感謝すべき自然の優しさがある。よく田舎のお年寄りが今日はええ天気でありがたいねとか言わはりますよね。僕ら日本人はね、無意識のうちに自然界に神様を見出して信仰していると言えます。フライフィッシングはね、極めて自然信仰的な釣りだと思います。自然に愛着を持って自然と徹底的に向き合って、そしてその先にある渓流魚との出会いっていうのは、それはね、川の神様に呼ばれた者だけの未知との遭遇のように思いますね。実はこの阿戸川には川の神様がいはるんです。四国寺さんって言うてね、阿戸川流域だけに伝わる古い信仰なんですけども、もともとは材木を山から運び出すいかだ流しによって始まった信仰習慣なんですよね。
昔はこの広大な杉林のことをソマ山中で宮殿とかお寺を築くための材木の山やったんですよ。でその材木を後側に流して都に運ぶにはかなりの危険を伴っていたわけです。でその無事を後側の神さんである彦淵さんに皆祈ってはったんですよね。なぜ昔の日本人はこういう非現実的な妖怪伝説を伝えてきたかというと、それは霊的なものへの意識とか依存が今の現代人に比べてとても高かったことが考えられますよね。今は川の危険な場所ではその要因となる水流が明らかにされてますけど、昔だとあの淵ではカッパに引きずり込まれるとか言われてたわけです。それこそがまさに自然信仰だと言えますね。私たちはなぜ古い信仰を受け継いでいくのかというと、それはこういった山里の信仰というものが日本人が本来持っていた民族性を見出せる希少な習慣だからです。じゃあその民族性とは何なのかというと、それは集落としての強い結束力なんですね。この厳しい自然環境を皆で助け合って生きてきた知恵とか精神の共有なんです。ただ今では山の手入れも業者がやりますし、狩猟採取で生活しているわけでもないんですけど、こういう山里は文明社会と日本本来の自然信仰の考えがまだなんとか分断されていない最後の砦とも言えるんですね。だからこういう精神を集落で受け継いでいくことこそが、大きく言えばこれからの人間社会と自然環境にとって重要なことなんだと信じています。私たちが今考える信仰というのはそういうことかもしれませんね。
自分が若い頃は釣りばっかしに夢中でね、自然への信仰心とかそんな意識はもう全然なかったんですよ。でもね、魚とか生き物に対する愛着がとても強かったんですね。それがね、魚を操るあまり自分の竿作りにも魚に対する思いやりのようなものが込められていったように思うんですよ。そんでもね、そういう自然の価値を一番知ってはって大切に思ってはんのはやっぱりその土地で育った人たちなんですよね。川の神様をね祀るということはその精神をみんなで受け継いでいく決意でもあるわけです。でもこういった原始的な自然崇拝っていうのはね、高度に発達した現代社会の考えとは相反するものなんですよね。今本当に山とか川に神様を信じている人なんてもう今ではいませんよ。さらに山の奥の集落っていうのはね、どんどん人が住まなくなっていって、こういう地域の信仰を伝えていく人たちが途絶えた時にね、日本の山とか川には神様が存在しなくなる。つまり日本古来の自然に対する価値観が大きく変わってしまうということですよ。でもね、川の神様を信じてる方がね、人生にロマンがありますよね。そして古い考えには必ず知恵と幸せがあるんです。だからね、僕はね、足腰を立つ限り川の神様を感じながら、この後側でいつまでも竿を振り続けているんです。